今回のドローチューブは森倉縁さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。ご依頼資料にあったクリエイターとファンをつなぐ架け橋というキーワードから橋をモチーフにしようと決めました。あとは任意のモチーフとして虹色があったのですが、ワクワクする夢のある色だなと感じ、ぜひ取り入れたいなと思いました。他にはピクシブさんの青やつながるというキーワード、みんなの銀行さんのメインカラーである黄色などのモチーフもあり、これらをどうやったら作品に落とし込めるかなと考えました。構図についてはカードの絵柄として使われた場合、引きの構図だと人物がよく見えなくなってしまい、アップの構図だと橋が見切れてしまいそうでした。そこで架け橋を表現するのに橋だけではなく虹も使おうというアイデアが思い浮かびました。一度ラフを描いてみた後に依頼内容を再度確認し、改めて国や距離も関係なくどこまでもつながっている空に浮かぶ虹と橋の両方で架け橋を表現しようと決めました。ピクシブさんの青は空、みんなの銀行さんの黄色は人物で使えそうだったので、そういう流れで内容を決めていった感じですね。この絵を見た時に手前の橋と空に浮かぶ虹に視線が行くように、また最終的には晴れやかな印象が残るような絵にしたい気持ちがありました。そのために見る順番は人それぞれですが、なるべく手前の橋から見ていただけるように前後関係を意識しようと思いました。テーマである橋についてはどうやって目立たせようか悩んで、いろんな種類の橋の写真を調べてみたのですが、個性が強すぎるとつなげるための架け橋という意図より橋のデザインの方に意識が行き過ぎてしまうのではという心配がありました。架け橋という概念を一番伝えられるような流れにしたいと思っていたんです。橋とその向こうの空の虹に目を向けてもらえるよう、橋の後ろに空間を感じるものが欲しくてシャボン玉を足してみました。最初シャボン玉はなかったのですが、自分で見た時に手前の橋を目立たせたいがために少し圧迫感があるように感じまして、シャボン玉をランダムに置いてみた結果、空間に少し奥行きが生まれたり、虹色の持つファンタジーな色合いを画面に散りばめることができたので採用しました。ただシャボン玉が主役ではなく、どちらかというと橋や虹、そして人物が印象に残ってほしいので、それらがいい感じに見えるように意識しながらシャボン玉を配置しています。虹はどれくらいの存在感で描くのがいいかなと考えました。虹の七色はあまりくっきり入れてしまうと浮いてしまうかなと思ったので、溶け込むような感じで虹を描きました。ラフはだいたい色のイメージから決めるので、最終的な色の印象はあまり変わっていないんですが、途中で形を整えながら描いていくうちに人物の人相などは結構変わったかもしれませんね。今回は人物よりは虹や橋の方が大事な要素なので、人物には雰囲気作りとしていい働きをしてもらえたらいいなと思っていましたので、細かいところはいろいろ変わりながら今のデザインに落ち着いた感じですね。あまりにもキャラクターという感じにすると目立ちすぎるので、
なるべく癖のない印象の女性にしたかったんです。幼すぎず大人すぎず、服などもキーワードである黄色を使いつつ癖が強くなりすぎないよう意識しました。